皆様は来年仕事のスケジュール管理とかタスク管理をどのようにやっていくのかってもう決めましたか？あとは来年の手帳って買われましたか？本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて、このチャンネルではですね、1年間いろんな手帳とかノートを使って仕事の生産性とか効率が上がるためのテクニック紹介してきましたが、実は私自身がですね、来年の仕事管理の方法とか、あとは手帳選びに非常に困っていました。理由はシンプルで、生活リズムが去年と今年では激変したからなんです。去年はですね、1日の中にこういった動画撮影の時間なんて全く存在していなかったので、本業のみですよね。帰宅してからはご飯を食べてお酒を飲んでテレビを見ながらゲームしたりと、結構のんびりな暮らしをしていました。あとは手帳の時間もよく取れましたね。手帳を開いてその日の日記を書いたり、あとは明日の予定を組んだり、至って普通と言いますか、タスク管理とかこういったノートとか手帳と向き合うのが好きな人間でした。それが今年に入り全てが激変しました。もうシンプルにやるべきタスクが増えたんですよね。本業も見ないといけない部署が増えましたし、立場も変わりました。あとは何よりもこのザ・お父さんの秘密基地 YouTube の活動ですよね。これが全くなかったところにオンしてきたので、体感的には去年と今年では忙しさの度合いが 4,5 倍違う。マジでこれぐらい変わったのと思っています。忙しくなっていく中、改めてスケジュール管理の大切さとか、あとはノートとかに書く楽しみというものを皆様に普段お話しする中で自分自身が再度認識することも多かったです。去年と今年でこれだけ生活リズムが変わりました。今年と来年絶対変わると思います。そうなった時に仕事の管理、タスク管理を何を使ってやっていこうかなというところがやっぱり迷いました。バレットジャーナルにするのか、大きなシステム手帳にまとめるのか、それともスタイリッシュにミニサイズのシステム手帳を使うのか、自分のライフワークを再度見つめ直して来年使用するものというものを2つ厳選したわけですね。その1つが前回動画で紹介したこちらですね。トラベラーズノートのパスポートサイズ。ここに関しましてはぜひ過去の動画をチェックしてみてください。私はですね、今年も愛用していたトラベラーズノートパスポートサイズを来年は自己管理用ですね。自分自身を高めていくための自己管理用の手帳として使っていくことに決めました。そして今回はその続きでございます。時間管理、いわゆるスケジュールとかタスク管理を何を使ってやっていくのか。迷いに迷った結果、自分自身に本当に合う最高のアイテムに出会うことができたので、今日はその魅力について紹介していきたいと思います。私が来年スケジュール管理、タスク管理で使っていくアイテムはこちらでございます。私が来年仕事のタスク管理、スケジュール管理に使用していくアイテムはこちらでございます。Galaxy の折りたたみスマホ Z Fold 4、これを来年使用していくことに決めました。今日はなぜ私がこのアイテムにしたのかですね、詳しく解説していきたいと思います。ではまず最初になぜ私が Galaxy の Z Fold 4を選んだのかなんですけれどもですね、もう一言で言うなら何でもできるからです。今発売されているいわゆるスマートフォン、電化製品、ガジェットの中で最もビジネスマンの仕事アイテムとして活用するのは Galaxy の Z Fold 4だと個人的には思っています。それぐらいめちゃくちゃすごいスマートフォンです。また具体的にどんなことができるのかにフォーカスした Z Fold 4の動画撮っていこうと思うんですが、今回はスケジュール管理とタスク管理の話にしていきたいと思います。本当に選んだ理由ってたくさんある中で一つ大きい理由を挙げるとするなら、それはノーションとの相性が抜群だから、ここが実はかなり決め手になりました。私はですね、夏前ぐらいからノーションを使ったタスク管理というものを実施していました。もちろんトラベラーズノートでアナログなタスク管理していたんですけれども、ノーションも並行して愛用していたんですね。
理由っていくつかあるんですが、もう夏前ぐらいから仕事とこの YouTube の両立が本当に難しくて、手帳でも管理はできていたんですが、ぶっちゃけデジタル管理する方が効率がいいことが増えてしまったんですね。システム手帳とかトラベラーズノートのバレットジャーナルを駆使すればできることはいっぱいあるんですが、ご存知の通りこのチャンネルではアナログなノート術解説していますけれども、サムネイルを作ったり動画をアップしたり、いわゆる YouTube のデータをチェックしたり、 Twitter、SNS を駆使しながら世の中の情報を持っていく、インプットしていく、これって結局デジタルな作業なんですよね。動画の内容はアナログなテクニックが多いんですが、実際の作業はデジタル。去年やっていなかったことがオンしたわけですよね。これがやはりデジタル管理した方が楽ちんだなと思ったきっかけになりました。ただ、なんですぐにデジタルの方に移行しなかったかというと、かなり問題がありまして、私 TickTick とか Google カレンダーを駆使しながら自分のタスク管理をしていたんですけれども、そのタスク管理はあくまでも YouTube をする前のタスクだったんです。何度も言うみたいに本業と YouTube が合体してしまったので、 TickTick とか Google カレンダーでは物足りなかったんですね。過去の動画でもよくやるみたいに、私は仕事の優先順位を付箋をつけて入れ替えしたりする癖があるので、アナログな作業を実現できるようなシステムじゃないとなかなかデジタルに移行しようという踏ん切りがつかなかったんです。ただ、そんな普段アナログなノート術をやっている私に一番相性が良かったアプリが Notion なんです。今日は Notion の詳しい説明は割愛しますが、 Notion は私がやっているやり方、アナログなノート術をほぼほぼその感覚に近い形を表現できるのがデジタルアプリの Notion やったんです。ただここで一つ問題がありました。めちゃくちゃいいアプリでした。 Notion すごく使い勝手がいい。ただ問題なのが、見る端末、PC で見るのか iPad で見るのかスマートフォンで見るのかでデザインが崩れるんです。これ私は普段 PC で見ていたので、仕事に着いたり自宅に帰ると開いて PC で Notion を見ていました。 iPad で見るとデザインが若干崩れるので、この崩れるのが逆に見づらかったりしていました。めちゃくちゃ便利な Notion なんですけれども、やはり仕事のタスク管理、スケジュール管理って普段手帳でやっていたので、手軽に電車の中とかどんな場所でもパッと見れてパッとチェックできるようにしておかないと、どれだけ優れたアプリでも見づらかったらやっぱりねっていうのがぶっちゃけありました。ただそんな私の悩みを吹き飛ばしてくれたのが、今日冒頭にもお話しした Galaxy の Z Fold 4なんです。どういうことかというと、これもういろんな方がレビューされているのでご存知な方多いかと思いますが、開くことによっていわゆるこれタブレットになることができます。もうお分かりですよね、この形状。そうなんです。私にとってこの Z Fold 4というのは手帳なんですね。今までめちゃくちゃ見づらかった Notion というアプリが Z Fold 4のいわゆるタブレット画面にしておけば、めちゃくちゃ見やすくスケジュール管理がすることもできるし、大きくデザインも崩れないし、まるで手書きの手帳と同じようにやっているような感覚で、スケジュールの様々な管理からタスクの優先順位、進捗状況をすぐにアクセスして管理することができる。それを可能にしてくれたのがこの Z Fold 4だったんです。ただめちゃくちゃ迷いました。はい、皆様ご存知かと思いますが Z Fold 4って高いです。なのである意味自分がしっかりとキャリア契約している間にそれをちゃんとペイできるぐらいの仕事での結果を出さないといけないなという自分自身に対してのプレッシャーにもなるんですけれども、何度もやはり実機は触りました。即決はできなかったので、本当に何ヶ月間かな、迷いに迷ってこれを使うべきなのかどうなのかっていうのを試行錯誤しました。自宅で PC でいろんなノーションのテンプレートを使っては、ヨドバシカメラさんとかビッグカメラさんの実機触って、そこから自分のノーションに入っていって、デザインが崩れてないかも全部チェックしました。ぶっちゃけスマートフォンとしてはめちゃめちゃ重いです。重いし、かさばるし、気を使って持ち運びしないと、もし破損してしまった場合の修理費がバカならないわけです。ただ考え方なんですよ。これスマートフォンじゃないと、
折りたたみができるもはや PC、タブレットで手帳機能もある。開くことによりまるで手帳のように Notion でスケジュール管理ができるし、あとは Canva を立ち上げれば普段作っているサムネイルの作成もできるし、YouTube ももちろんチェックすることができる。ただ電車の中で YouTube を眺めるのではなくて、左側の画面に SNS とか動画情報を出して、右側の画面でメモを立ち上げる。そして気づいたことを打ち込む。仕事でよく使うようなデータは Google スプレッドシートでインターネット上にアップデートしておく。それを Notion でブックマークしておけばワンタッチで欲しい情報にアクセスすることができる。日々の YouTube の動画の台本とか会議のレジュメを作るときも Z Fold 4とコンパクトキーボードさえあれば、限られたスペースでもどこでもこの2つがあれば情報を執筆することができるわけですね。Z Fold 4と Bluetooth キーボードを開いて執筆しながら、トラベラーズノートのパスポートサイズに頭の中で気になったようなことを書き出してブレストをする。この3つがあれば本当に限られたスペースでクリエイティブな作業をすることができる。アナログデジタルを使って仕事を管理する私にとって、やはりこの Z Fold 4というのとトラベラーズノートパスポートサイズのやはり親和性がめちゃくちゃ高かったんですね。一昨年とか去年はできるだけ大きく手帳を使いながら全ての情報を管理しようとしていましたが、自分の中での一つ目標として物自体は少なくするけれども中身で考えれるようなことを増やしていきたいというものがありました。これを可能にしてくれたのがトラベラーズノートのパスポートサイズと Galaxy の Z Fold 4だったわけですね。私が普段 Notion でどのようなテンプレートを使ってどのようなことを管理しているとか、あとは Z Fold 4でどのようなアクセサリーを使っているのか、そういったところはまた別の動画でしていきたいと思いますが、私が Galaxy の Z Fold 4を選んだ理由は少しでも伝わったでしょうか。なかなかこれをね、私のように使って管理される方少ないと思いますが、ぜひ別にこの端末がいいっていうわけではなくて、アナログでブレストしてアイデアを出していく良さと、デジタルでスケジュールを管理していく良さ、この2つに関しましては基本的に来年も同じようにお話をしていきますので、何かデジタルで仕事とかのスケジュール管理したいなと思っている方の参考になればと思います。よく言うんですけれども、アナログ思考のノート術、手帳術ができればデジタルのスケジュール管理、タスク管理は楽勝でできるようになります。逆にデジタルでのスケジュール管理、タスク管理に慣れていた方はそう簡単にアナログには移行できません。ぜひアナログ思考というのはこれからも大切にしていただければと思っています。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。